こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、税金の基礎っていうことで、サラリーマンがどういう税金かかってるか、副業して、そっちの収入が入ってきた場合にどうなるのかっていうについて分かりやすく解説します。で、税金ってかなり重要で、なかなか自分が税金どういうふうに払ってるかって知らない方の方が多いと思うんですよね。で、それについて、どうやって税金かかってるかって知ることで、節税ですね。税金払いたくない人多いと思うんですけども、正しく節税する方法とか、そういったことについて解説します。自分は不動産投資家で、サラリーマンの給料の税金と、あと個人としての、個人事業主としての税金だと、法人税、税金、3つ払ってるんですけれども、それで、税理士さんとずっとやり取りしてるんで、そこそこ詳しいはずなので、役に立つ情報を発信できると思います。で、正しく納税しようということで、この前もね、青汁王子さんとか脱税で、捕まってましたけども、脱税結構大きな罪になるので、しょっぴかれるときはしょっぴかれるのでやめた方がいいですね。で、重加算税とかやると、もう破産しかねないんで、自分はちゃんと納税するタイプですね。で、税金を納めることで、やっぱ不動産投資家としてのその銀行から評価を得られるんで、融資引きやすくなるということで、今、決算書を結構しっかり作って税金払ってる感じになりますと。で、その税金の、正しい知識っていうのが必要なので、基礎についてですね、分かりやすく説明します。で、ちょっと注意点なんですけども、自分は税理士ではないので、間違ってるところとか、正確ではないかもしれないんですけども、そういったところはですね、細かいところは税理士さんに聞いてください。なので、イメージですね。ついて確認します。で、税金なんですけども、不動産投資やってる人は、サラリーマンである場合が多いと思うんですけども、サラリーマン向けですね。で、本業から給料もらってますということで、給料もらってます。で、一方で、不動産投資をして、家賃をもらうってことで、両方入るんですよね。で、税金どうなるかっていうと、こっちの、課税所得っていう、給料から、控除を引いた分の課税所得と、こっちの家賃からいろんな経費引いた課税所得ですね。足された分に税金がかかりますということになります。なので、こっちの給料とこっち合算になるんで、累進課税、日本は累進課税になってるんで、その課税所得が大きければ多いほどいっぱい税金がかかるというふうになります。で、もしこっちが赤字だったら、こっちと相殺するようになるんで、税金を支払わなくていいっていうふうになります。ただもしこっちが赤字だったら、やっぱ銀行から融資を受けないと、不動産投資でなかなか物件買えないので、事業が赤字なのに銀行は融資してくれるかっていうと、ちょっとなかなか難しいっていう風になるので、こっちでも利益出てるから銀行は融資しますよ。そういう風な考える銀行は多いので、属性をですね、サラリーマンの属性使って融資受ける場合は関係ないかもしれないんですが、そのプロパー法人として税金、融資を受ける場合はこっちの事業としての、納税しているかどうか、利益が正しく出てるかっていうのは重要になります。で、それにこの2つ合わせたものをちゃんと市役所とか区役所とかあと国とかですね、自治体とか国に納める、そういう流れになってますので、税金はしっかり払うべきですね。節税して赤字して買い進んでる人もいるんで、そこはちょっと人それぞれいるんですが、絶対っていうことはないですね。で、あとじゃあサラリーマンの税金のかかる仕組みはどうなってるのかっていうと、まず例えば年収700万円の人を例に、たまたま例が700万円があったんで700万円にしてます。で、年収700万円の人がまずどういう流れになってるかっていうと、そこから給与控除っていうものを、一律引けますと。で、国税庁のサイトとか見ると、700万のところは、収入、ここが660万以上ということで、購入金収入の 10% に120万足した額を控除しますということなんで、190万円ですね、この給与控除というのは、引けるようです。で、それ引くと、510万円になりますと。なので、最初まずこれ一律引くと。ここは年収によって変わるイメージですね。で、あとこのお金の形ってサイトの、実際に所得税いくらって計算してるのが分かりやすかったんで、そこ見ながらその数値とか使ってるんですけども、でこの給与所得のところから実際社会保険とかですね、年金とか国民健康保険とかですね、あと基礎控除とかを引いた値に課税所得っていうのを出してますと。で、まず課税所得っていうのを出さなきゃいけないんで、それは年収から控除、基礎控除、給与控除を引いて、そこからさらに課税所得とか基礎控除を引いた値ですねが課税所得になりますので、この場合
年収700万円の、独身ですね、独身の方であったら、大体ここの、社会保障料が大体100万円ぐらいになるみたいですよね。で、あと基礎控除38万円って足すと、大体370万円ぐらいが課税所得になるみたいですね。ここは、人によって違ってくると思うんですけれども、基本的にはこれぐらいになると、一般的には。で、じゃあ370万円に対してどれぐらい税金かかるのっていうと、大体この累進課税の所得税ですね、所得税が大体370万円のところっていうのは、この330万円から695万円までのところに入るんで、20万円ですよ、20% ですよってことになります、累進課税の所得税は。なので、引く42万7500円っていう控除額っていうのがかかるんで、それを計算すると、大体370万円の 20% なので74万ぐらいですよと。そこから42万ぐらい引くんで、大体30万円ぐらいが所得税ですよっていう風になっているようです。で、一方、住民税は 10% なので、37万円の 10% なんで、370万円の 10% なので37万円ぐらいですってことで、大体30万円足す37万円で、住民税と所得税足して67万、70万円ぐらいですかね。ぐらいの税金になっているということになります。なので、もともとこれ見ると年収700万円の人は大体住民税と所得税で、大体合わせて70万円弱ぐらいですかねの税金払ってるってことなので、もうその収入に対しては 10% ぐらいになってますよと。なのでこの給与控除とかいろんな控除があるんで、思ったより税金払ってないっていうイメージの方が大きいんじゃないですかね。70万円ぐらいしか払ってないってことなので、なので結構税金、70万円は、少ない額ではないんですけれども、何十%っていう感じではなくて、実際に収入に対しては 10% ぐらいになっちゃってますと。なので意外と少ないなっていう。で、不動産投資やってるとものすごい利益出たりとかして結構税金払ってて、自分で言えば去年どれぐらいだろう、1000万以上は税金払ってるんで、これだともう10何倍ですよね。ひたすら税金取られるみたいな感じで、ちょっと売却益とか出たりとか、今年も多分どれぐらいだろうな、今年も多分3、400ぐらいは税金いろいろ払うと思うんですけども、いろいろ税金払ってますんで、税金との戦いっていうのはこういうところで、一方で、サラリーマンの税金は、これ人それぞれなんですけど、自分不動産投資とかやってる側からすると、70万円っていうと、700万円と70万円 10% 以下なので、そんなにじゃないかな。で、ここを節税するために赤字の物件買ったりするっていうのは、それはちょっと違うんじゃないのかなっていう、むしろそっちの赤字の方がマイナスになるから、ここをね、払いたくないって気持ちはすごいわかるんですけれども、ここを消すためにクソ物件買って赤字にしてキャンセルっていうのはちょっと違うんじゃないかなって、他の動画でもやってますが、っていう、一般見解であります。で、これでよくその累進課税で誤解してる人がいるんですけれども、難しいですけども、例えば195万円以下所得税だと 5% ですよってなってて、195万円から330万円だと、税率 10% ですよっていう風になってるんで、これだけ見てしまうと、例えば195万円からまでは 5% なのに、例えば200万円になった瞬間に税金が倍になるから損するみたいな風に思ってしまうケースがよくあります。ただこれはすごい誤解で、この195万円までは 5% の税金で、そこを超えた分が 10% になりますよっていう風なのが、正しい理解になります。なので、例えば195万円1円でも超えるといきなり 10% になるから195万円に抑えよう、それはちょっと間違った考えで、超えた分だけ 10% かかりますと。で、ここ計算しやすいようにこの 10% かけてこの控除額っていうところで辻褄合わせてるような感じにしてるんで、計算は普通に、出せば一緒の答えになりますと。なので、計算を簡単にするために控除額をこうやってると。で、超えた分には超えた分の税金がかかると。なので、今回のケースで言うと、370万円が、年収700万円の方が370万円の課税所得っていうことなので、この 20% ですね、ここですね。で、370万円ですと。で、20% っていうのはもう370万円なので、330万円超えた40万円分には 20% かかってるんですけども、残りあと 10% と 5% っていう風になってます。なので、増えれば増えた分はそれだけ 20% とかそういうのがかかっていく。
そこがちょっと違いですね。なので、年収を、抑えるとか、そういった風は、絶対税金のためにやるっていうのはあんまり良くないですね。あと、扶養を外れるとかいろいろあるんですけども、自分としてはもうその、青天井で稼げるんだとしたら、その稼げるチャンスっていうのはどんどん伸ばしていった方が、トータルで見ると、成長とかスキルアップに対してはいいんじゃないのかなっていうふうには考えてます。なので、ちょっと超えた分にだけかかるっていうのはよく間違いやすいので、気をつけてください。で、あとは、次、これに、サラリーマンの、今まで、年収に対する税金を説明してきたんですが、ここから不動産とかの副業ですね、副業の収入が入るとどうなるのっていうのについて解説します。で、先ほど370万円、700万円から引いて370万円ですよって言ったときに、仮に不動産の課税所得ですね、が100万円入ってきたらどうなるかっていうのについて考えます。で、そのケースは、課税所得なので、家賃が100万円ってわけじゃないですよね。年間いろんなその家賃から、経費ですね、管理費だとか修繕費とか除いて、あと利息とか除いて、あと減価償却を取って、課税所得を出す。それはちょっとまた別の、動画でやろうと思うんですが、その課税所得の出し方は別でやるんですが、課税所得として100万円増えたらどうなるのっていう、この不動産から100万円課税所得が入ってきた場合どうなりますかと。で、先ほど言ったようにその370万円の課税所得に不動産の課税所得100万円足すんで470万円が課税所得になりますと。で、さっき、330万円以上は 20% の所得税と 10% の住民税なので、この100万円増えた分に対して所得税 20% プラス住民税 10% かかるんで、30% の税金かかりますと、100万円に対して。ってことはどうなるかというと、30万円税金がアップすると。これは結構でかいですよね。課税所得、だって、700万円の年収に対して、70万円ぐらいの税金しか払ってないところに、たった100万円の課税所得が増えただけで、30万円、1.5 倍近くもう税金が一気に増えてしまうっていう風になるんで、その、増えた分、累進課税なので、この辺の低いところはあんま変わらないですけど、こっから、課税所得370万からこう増えていくとどんどんその税金がその 20% とか 30% とかかかっていくっていうイメージになるんで、その収入の増加に対しては結構インパクトはでかいですよということがあります。なので、本当にこの不動産投資ですね、たかが100万増えただけで、3割持ってかれるよと。でそれがまたどんどん税率が上がっていって 40% とか 50% とかなっていくと、もう100万円増えたら 55% 持っていかれるとか、もうそういうふうにも、個人の場合はなってしまうと。なので、ここの部分は別途、サラリーマンではなくてサラリーマンは副業している場合に、そこの収入の増加ですね、どうやって抑えるかっていうのについては別途、説明します。結構かかりますよね。でこれが痛いんですよね。でそれで法人設立とかそういった話になったりとか、いろいろしてますと。で、サラリーマンができる節税ですね。さっきのこの、課税所得が370万円っていうと、ここ減らせないのっていうことで、あんまりやることないんですよね。結構サラリーマンの制度として源泉徴収やって、一律に控除はバンバンと引かれて、ほとんど自動的に決まって、確定申告やらなくて楽では楽なんですけども、逆に言うと何も打つ手はなくって一律みんなが税金を国に納めて安定した収益源になって税源になってるっていうイメージなんですね。で本当に課税所得を減らすしかできないですよと。なので、課税所得を減らす方法としては、年金に入ったりとか、保険ですね、保険が控除を引いたりだとか、あと医療控除は年間10万円以上とか怪我したりとかした場合に、そういう、控除課税所得を減らすことができるってことができますね。だからといってね、わざわざ怪我して入院するとかっていうのはありえないんで、そう使えるわけではないんですけども、あと住宅ローン減税とかで、住民税と所得税から、借りた分だけちょっと減税 1% できるっていうような制度もあったりとかしますね。ただこれも家買わなきゃいけなかったりとかして、家買う時のその仲介手数料とかで 10% とかいろんな税金取られたりするんで、そんなに美味しいってわけではないですね。買ったらついでにちょっと減るぐらいの感じですね。あとふるさと納税は厳密に言うと減税では節税ではないんですけども、ふるさと納税して、その額税金、ふるさと納税して納めた金額がそのまま、控除されるっていうことがあって、その分返礼が返ってくるってことがあるので、実質2000円の負担で、いろんな
返礼品がもらえるっていうメリットがありますね。これもそろそろ封じられそうなので、今自分とか言えばうなぎとかですね、イクラとか、イクラは3キロとか来て食い切れなかったりとか、今年おせちとかもあれも3万円ぐらいなんかね、納税したらあんな豪華なおせちが来たりとか、節税ではないんですけども、2000円の負担でいろいろ返ってくるってことで、ふるさと納税は、今のところコスパいいですね。やらなきゃそんなイメージですね。ただサラリーマンができるっていうのは結構やれることは限られていると。そんなにはできない。で他の事業で赤字出すとさっきちょっと言ったんですけども節税になるんですが、だからといって、こっちのさっき言った70万円ぐらいしか、その年収700万ぐらい、年収5000万とかね、数千万いってるまだ別なんですけども、700万ぐらいの年収であれば 10% ぐらいしか、70万ぐらいしか払ってないんで、そのためにこっちで不動産買って赤字出したりとか相殺するっていうのはあんまりお得じゃないですね。それかこっちに使ってもないような経費いっぱい計上しまくるっていう手法とかあることあるんですけど、ほぼ脱税なのでそれはちょっとやめた方がいいですね。やってもいい、やるかどうかは自己責任なんですが、そういうので税務調査入ったりして、重加算税とかですね、かなり延滞金とか、今で言うと仮想通貨ですね、あれとかも、仮想通貨脱税したりとかすると、恐ろしい目に遭うんじゃないかと思ってて、結構気をつけなきゃいけないんですよと。結局こっちで赤字を出すってことなんで、売却した時に結局利益が出ちゃったりとかするんで、トントンになったりとかするんで、そんなに簡単な話ではないですよね。税金払いたくないから赤字だから100万円分なんか誰かに寄付するとか、そういうのに近いような感じにイメージあるんで、事業としてマイナスになってるってことは、トータルでは税金払いたくないためにマイナスを出すっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなと思ってます。ってな具合で、今日サラリーマンの税金の仕組みについて、さらっと説明しました。税理士ではないので、正確なところは、税理士さんとかですね、税務署で聞いてもらえればいいんですけども、イメージとしては、本当に控除ですね、課税所得を出して、そこに累進課税の税金が入ると。あとは、副業とですね、不動産とかの収入と合算して税金がかかると。そこまで多く払ってないような、個人的にはイメージ感じてるんですが、不動産とかはそこから増えていく分に関してはなんか 30% とか 40% とかどんどんかかっていくんで、その増える分に対しては結構一気にかかるイメージがあるので、注意が必要ですと。でまずはサラリーマンの、税金の仕組みについて知って、その後副業した時ですね、どうやって減らしていくか、そっちの知識のベースになります。なので明日以降はちょっと副業とかですね、そういったものに対しての税金のかかる仕組みとか、不動産投資に対する税金とかですね、そういうのについてやっていこうと思います。はい、今日は以上で、最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは不動産投資とか、今日は税金ですね、あと副業とかビジネス役立つ情報を発信してるんで、よかったらチャンネル登録してください。あとコメントで、質問とか受け付けてますんで、動画に関する質問であればぜひお願いします。あとLINE アットやってますんで、よかったら登録してください。あとTwitter やってるんで、よかったらフォローの方よろしくお願いします。それではどうもありがとうございました。